ゲスラーで命を落とさないでよかったですよ。いやいやまだ早いです。そこでウルトラマンピンチでしたけどね、ゲスラーの毒針で。あれでもう監督にね水の話したもんな。水は怖いですってね。あの時にっていうか、その水の中に沈む時目線というか、まあ当然目から入ってくるわけで、ほとんど仰向けのようにこうゲスラーに沈められて、二重の上にあるライトとかがこう見えるわけですが、そこから水が入ってくるんですからね。恐ろしいです。今やれって言ってもできないでしょうね。いやそのみんな今はみんな CG ですかね、ああいう場面も。いや水自体ありますけれども、あそこまで過酷なプールでの戦いはそうそう、まあウルトラセブンでもね、例えばキング・ジョーの回であの時は菊池栄一さんが代理でウルトラセブンをやられて、結構神戸港でやったりしてますし、またウルトラマンよりも結構水の撮影もあるなって思いますけれども、でももっと最近になってきますと、最近はやっぱりあそこまでの水というのはあまり記憶にないですね。でも大胆ですよね。セットの中にプールを作って水を入れて、それで海岸にしてっていうね、岸壁にしてっていう、そういうのを作るっていうのすごいですね。いやそれも東宝みたいに大プールがパーマネントであるわけじゃないですから、作りましたからね、プールをね。備前のウルトラマンのセットの中に掘るわけですよね。これはすごいです。ビニールシートでね囲って、水が漏れないようにして。水だってね大して綺麗じゃなかったですよ。そうですか。色絵の具入れたりなんかしてね、結構青いですから、逆にそれがちょっと怖いと言いますか、そういう意味でだから総天然色ですから、大 3K ですね現場はね。いやでもやっぱり映えるんですよ。やっぱりベムラーの回もそうですし、これからお話をする後からお話しするジラースギャンゴもそうですけど、森のセットと水のセット、それに炎、これはやっぱり見栄えがやっぱりしますから、それも合成とかではなく生の本当にまあ水とその火はごまかしが効かないってよく言いますけれど、特撮ででもそれが画面に入るだけでものすごく情報量増えて豊かな画面できますよね。まあそうドラマ見ててもね、火事のシーンは CG のね炎と本物の炎とやっぱり違いますよね。まあ普通の人は見てていいんだろうけど、それでね、俺ら見るとおかしいよなとかなっちゃうけど、まあそれはそれでいいのかもしれないけど、でも火と水は怖いですよ現場は。まあそれはもっともだと思います。一番もう本当に体を張られてね、まあウルトラマンで演じられて、水は本当救急車ですよ。火は消防車ですよ。その本当に何かあったら本当命に関わりますよね。溺れて。でも古谷さん泳ぎはでも得意だったんですよ。泳ぎダメですよ僕は。もうそうでしたっけ。水嫌いだから泳ぎ嫌ですよ。中島春夫さんはね、あれ水泳さんだから水泳さんですから海軍ですから大丈夫ですよ。荒垣さんどうだったのかな、水はな、その辺聞いてないですけどね。そうか、酸素ボンベをしてたのは、空気ボンベを背負ってたのは中島春さんのあれかもしれませんね、怪獣映画のエビラの時のゴジラだったかもしれませんけど、水で、やっぱり中でプールで待機とか、その土砂の中で待機とか、怪獣も大変ですから、ウルトラマンも今度話しますけどギャンゴで水の中から出るんだ。そう、あれはきつかったなやっぱりね。本当水は嫌だったですね、そういう意味ではね。でもウルトラマンもワンクールで水を使いすぎて、ツークールの時にスタッフ申し送り条項っていうですね紙が配られるんですよ。ちょっと水を入れるのに水道量がかかりすぎるので、そうでしょうね、屋内プール禁止令っていうのが出るんですけど、そうでしょうね、いいことですよ。僕らはそんなのつゆ知らず、単に楽しんでるわけですけど、そうは水道量取られるんですよ、井戸じゃないからね。やっぱり水減ってきますよねきっとあれ。もちろんもちろん。溜めておいても自然にこうそれにまた継ぎ足さなきゃいけない。大変ですよ、あれだけの量の水をね。そうです。
叩いておくには、結構ね推進ありますからね、そういう意味では。ウルトラマンもね顎のあたりにその水抜き穴とかあったら、いやここをちょっとね開けてもらったらよかったかもしれないけど、まあ後年ですけどね、潮風に飛べウルトラマンですかね、なんかシナリオ大賞を取って、そのウルトラマンがサーフィンするシーンのあるドラマが、スペシャルドラマがあって、はい、その時はですね、自分でサーファーの方が、まああんまりこうネタバレの話はよくないんですけど、ウルトラマンが自分でマスク外せるようなサーフィン仕様じゃないですけど、なるほど、安全仕様のウルトラマンを使ってたという話です。この時は、ビンさんの時はまだちゃんとくっついてますから。そうくっついてるね。やっぱり試行錯誤してたんでしょうね、一応ね、それによって。だからその危険をね、背中合わせのゲスラとの戦い。ゲスラ。本当はゲスラもですね、最初は東方からモスラの幼虫借りてくる予定だったそうです。ゲランバチの幼虫という設定で、モスラの幼虫に触覚つけて、ウルトラマンはそんな水で戦うとかそういう苦労なく、モスラの幼虫の身に、まあ、こう振り回してやっつけるみたいな想定だったようなんですけれども、まあいろいろありましてピーターになって、ああいう苦労な戦いに変わったと聞いております。そうなの、はい、まあでもゲスラっての派手な怪獣だよね。色使いが綺麗です。やっぱり天然色でね、あれ、レインボーみたいにいろんな色使ってるじゃないですか。トサカといいますか、本当はそのキャップが触覚を取ればって言うんですけれども、まあ本当はモスラの幼虫にこういう触覚がつく予定だったんですね。でもちょっと特撮が変わって、ちょっとこうヒレのような王冠のような変わったそうですけども、まあでもキャップのそういう指示のおかげでね、ウルトラマンもそれをポコッ取る音もいいんですけれども、むしり取って、まあでも綺麗です。でもカラー用ですよ、あの怪獣は。やっぱりですね、まあちょっと贅沢なことに僕が見た時はもううちになんかありがたいことにカラーテレビがありまして、ただまあ再放送ですよ。ですので初期から割と初期からすごいな、ちっちゃい頃からカラーで拝見してるんですけれど、ボンボンだから、いやいやお家が良かったんだね。いや新しいもの好きの家だったんですよ。モノクロですよ普通は。いやいや、まあ僕41年じゃないですから、僕がじゃあもう学校行ったらあれじゃん、月曜日カラーで見れる人はそんないなかったでしょ。カラーの話とかしませんもん。もう興奮ですよ。興奮。例えばジラースの後の翌日の学校とか、まあ昨日のゴジラだったよねみたいな話とか、まあ放送前からもう再放送ですから、今日はゴジラ対ウルトラマンだから絶対見ろよみたいな話になってるわけですよ。色の話どころじゃないです。もうそうなの。はい、もうウルトラマンと怪獣の戦い見られるだけで大興奮です。そうなの。でもそこでカラータイマーが色変わるんだぜなんて言ったでしょ。そんなことは言いません。言わなかった。言いません。そうなんだ。はい、そんなぜかあんまり色のことはそういうもんだと思ってましたね。だから友達の家に行った時に、ケロニアの会で友達の家に行ったら、今日はカラーじゃないんだなってことを実はケロニア初めて見た時はモノクロで白黒でした。怖かったんだ。だから感謝、親に感謝ですねって思いました。すごいじゃあそういうことまで覚えてますよね、やっぱりね、ちっちゃい頃の記憶というのは。じゃああれだ、クラスに行っても早傘ぐらいしかカラー見てた人いや分かんないですけどね、僕はもう小学校の時はもう再放送でしたけど、そっか。まあそんな白黒とカラーのお話も違いは結構ありましたよ。ありますよね。でもそれはついつい恵まれておりました。ゲスラの色はね、やっぱカラーで見ないと。まあ水も綺麗に色つけてありますからね。やっぱりカラーで見た方がいいです。まあそうか。あとまあ他の回のお話でもしようと思ったんですけど、やっぱりウルトラマンが来てくれたんだねとかですね、ウルトラマンが戦ってる間の家督隊たちのインサートがね素晴らしいんですよ。なるほど。それを活躍を見守っている、星野君とか、この回で言えば、友達の、チロ中島洋さん、ひろしさん
ウルトラシリーズ、まあ、ブースカやウルトラセブンのイカルス星人の会や、はい、たくさん出られているウルトラ Q のカネゴンにも出てらっしゃる、この、ね、まあ、子役さんたちと家督隊員たちと、まあ、このなんていうんですかね、インサートの表情が素晴らしいですね。やっぱ東宝から結構ゲストが出てる、はい、そういう本編結構出てたでしょ。はい、この回はまさに指名手配犯ダイヤモンドキックの役をですね、伊藤久也さんが。久也さんね、はい、東宝の先輩だろう。はい、久也さんでした。はあ、もうそういうギャングとかの役をやらせたらすごいですよ、脇役としては。まあ後々博士でも出られますけれども、この時は指名手配犯で、まあちょっとお話も、はい、悪役ですね。最後早田に引っ立てられてきますけど東宝でも悪役で、はい、円谷来ても悪役だった。でもまあいい役でも後々出てきました。そうなの、はい、まあ、そういう意味じゃ東宝の俳優さん結構本編出てたんだよね。そうです、ゲストでね、はい、呼ばれてたんだね。あとやっぱり皆さんの二瓶さんの井出隊員の屈託のない笑顔、この回でもウルトラマンをこうやって応援する、ウルトラマンピンチだっていうところのアップでそれをインサートされるシーンの本当に素晴らしいんですよね。あと笑顔を見せる時、白い歯を見せて皆さんが本当にありがとうウルトラマンってニコニコしてウルトラマンの活躍を見守る。いやこれはね、本編であれだよね、同期の二瓶正也結構活躍してたんだね。いやもう大好きでしたね、井出隊員。はい、そうなんだ。はい、僕たちは本当に家督隊に入りたいですから、星野君いいなって後々ね、憧れですね。なんで子供があそこにいるのか不思議だったんですよね。そうなんですけど、やっぱり子供目線、嫌っていう人もいるんですよ。子供がいると、そのまあウルトラ警備隊にはさすがに子供隊員いなかったですね。まあウルトラ警備隊の場合はダンが一番子供に近い少年という、まあシナリオ企画段階ではだからだと思うんですけど、ウルトラマンの星野君ってやっぱり僕は大事だったと思いますね。別に子供の視点はいらないんですけどね、必ずしもいるわけではないと思いますけど、なんかね違和感を感じたよね、そういう意味じゃね。なんであんなすげえね家督隊に子供が入ってくるのか。そうですよ、入隊以来入れないですよ。あと入隊以来休みがなかなかもらえない家督隊ですから、ちょっと前の話に戻りちゃいますけどあとあれですよ、絵物語ウルトラマンって金城さんが書かれたノーベル書房から当時出た本がありまして、それによると家督隊になるためにはなんかあれですよ、ジェットコースター100時間乗るとかですね、すっごい大変な鍛錬が必要なんですよ。暗闇でもう何日間も起きているとか、宇宙飛行士みたいな。じゃあ体力と学力と備えてないと入れない。すごいニューエリートコース。ニューエリートですよ。その中ででも、まあ、星野君は多分特別隊員ですけど、あれは家督隊のペットみたいな。ペットって言ってマスコットと言ってください。マスコットと言って。そうか、マスコットか、そうかそうか。羨ましかったですね。本当に羨ましかった。じゃあ警備隊もそのぐらいすごかったの。じゃあ警備隊はもっと軽かったの。俺が入ったぐらいだから。いやいや、天城隊何をおっしゃいますか。体力的に何をおっしゃいますか。地球防衛軍のエリート中のエリートが天城隊ですから。ゴドラ星人に捕まった時のことを覚えてるでしょう。なるほどね。観測衛星で一人で大気圏突入して、意識失いながら防衛基地に戻ってきて、さすがウルトラ警備隊では我々とは出来が違うよと言わしめた天城隊員ですよ。すごい名プランナーですから。いやこれは本当についつい話がそれてしまいましたが、そのぐらいそんな話もしてくれるわけ。いやこれからまあウルトラセブンになったら大変ですよ。今年あれですよね、55周年ですよね、セブンの。そうです。7月10月67年ですから9月ですか。9月か10月かね。これは大変ですよ。話じゃあ一生懸命。いやもう天城隊員はもうこれはウルトラ警備隊
の中のまた名プランナーですからね。この話はまた取っておきますけど、はいはい、じゃあ今日は本当はゲスラに水ね攻めされたウルトラマンの大変な水の話はあんまりしたくない。そうなんですか。怖い。でもそれ怖かったという。じゃあ助け出せみたいなことはなかったんですか。いやいや、それはね、本当救急車呼ばなきゃダメかなみたいなね、そういう寸前でしたね、僕はね。でもパニックになりますよ、普通の状態で。這い上がれなかったんじゃないかな。だから助監督が中に飛び込んで助けたっていう、そんな感じだから、要するにゲスラーのね、新井さんだってそうだし、ね、俺だってそうだし、だから両方ともみんなが入って助けたんじゃないですか。ゲスラー重いですからね。いや、水も吸いますよ、ウレタンも。そんな意味でね、はあ、水のシーンって大変だったんだってあそこで分かったんじゃないですかね、みんなね。いや、これは今までもね、ベムラーとかでちょろっとやってますけど、一番きっと水の洗礼を受けた撮影だったんじゃないでしょうか。ね、まあ暖かくなってきたから良かったんでしょうね。あれ冬だったら大変ですよ、真冬じゃ。まあ本当に何の暖房やエアコンのない、本当に外にいるのとあんまり変わらないようなスタジオ寒いんだから良かったですよね、そういう意味じゃね。春先かね、夏の初めかでぐらいの撮影で、撮影だから、でも暑さはないですよね。暑さはない。まあ実際海に潜る時の装備品ですからね、ウルトラマンのスーツは。それは大丈夫なんだね。でも水が入ってくるというのは想定できませんからね。というゲスラは本当に水、本当本にも書きましたけどね、やっぱり水は怖かったですね。そりゃそうです、皆さんもぜひね、今のお話を念頭に置いて、ゲスラの戦いをもう一回お手元の映像で確認していただけると、皆さんお願いします。楽しいと言っちゃいけないですね。すごいんですよ。ぜひウルトラマンが沈められる時は自分もちょっと息をこらえて、どんなものかやってみると、ウルトラマンに一心同体となった気持ちが分かるかなっていうことです。そうですね、本当そう思います。だからそんなことで、今回はゲスラは水が怖かったというお話でした。銀さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この動画良かったら高評価、そしてチャンネル登録も何卒よろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。まだまだチャンネル数が足らないんで、なんとか、皆さん、身内の方、その他いろいろな方にご声援をお願いします。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回もお楽しみに。それでは。